Meshtabi Season 5 Konkai no Meshtabi wa Maji de Matatabatai Sapporo the best tonkatsu 8 des それでは早速 Let's get it started. 1. Kawashimo Tonkatsu Kunika 川下の大人気とんかつ屋さん、言うてもほぼ初別。お昼時にはリーマンズランチで大にぎわいね。湘南の老舗とんかつ店大関にて16年修行を積み独立されたんだそう。湘南のお店でそうなんだ。いろいろ気になるメニューのオンパレードでございますが、肩ロースのとんかつってのは食べたことなかったので、肩ロース行かせていただきました。130g って書いてあったんで少ないかな思ったんだけど十分でしたね。初めて食べました肩ロースのとんかつ。ジンギスカンでは肩ロースばっか食べてるんですが、それ羊でしょ。豚の肩ロースは生姜焼きかなんかでよく見かけるわね。食べてるでしょ。ね、柔らかくって美味しかったですよ。ロースより向いてる何？カツに柔らかくって油が全体に適度に入ってるから味が甘い感じがしたね。ほらロースは厚く切るとどうしても硬くなっちゃうからね。レビューに歯はいらないですってくらい柔らかいって書いてた人いたけど、どう？歯いらんかった？さすがに歯は必要かな。でも本当に柔らかいね。衣も最近カリッカリにするお店が多いけど、ここんちはちょうどいいふわっとした衣で美味しゅうございました。エビコロッケってのがあんのね。私もクリームコロッケ特集企んで食べに来ようっと。いいねクリコロ。ちなみにとんかつの起源はフランス語のコートレットと呼ばれる子牛のカツレツだそうで、それを1899年銀座の洋食店レンガの2代目が独自に開発して作り上げたのがとんかつの原型と言われているそうです。当時のそれは豚肉を天ぷらのように揚げウスターソースをかけて食べるポークカツレツだったそうですよ。天ぷらだったの最初って書いてあったよ。でもって1929年ナイフとフォークで切って食べるスタイルだったものをあらかじめカットして箸で食べれるように現在のスタイルに進化させたのが神田のポンチ軒さんなのだそう。あ、ポンチ軒って去年あなたが2時間並んで食べたとんかつ屋さんだ。 2. Atsubetsu Iwaichiku San こちらは新札幌カテプリのフードコートにございます肉屋さんが営む定食屋さん。こちらはソフトクリームが美味しいと視聴者さんのタレコミでやってまいりましたよ。ここのフードコートはスケールが大きくていいよね。売航券が入ってんのはここだけじゃないかな。ああ、そうそう。旭川ラーメンがいただけるのはいいわね。意外ったら申し訳ないがちゃんと美味しくてびっくりしましたね。これはフードコートレベルではありませんね。ただ平日の暇な時間に行ったので忙しかったり週末だったりすると油のコンディションが変わってきますんで分かりませんよ。フードコートですからね。はい。さすがはお肉屋さん。肉自体がかなり美味しいんです。すげえいい肉使ってると思いますよ。お米も美味しく炊けてていいね。ねえ、フードコートでさえも北海道はお米が美味しい。ほんとね。だけどさ、とんかつとハムカツが同じ値段とは少々驚きでしたね。あ、確かに。でもまあハムも意外と安くはないからね。ハムカツはやはりビールとの方が相性いいかな。だけど細かめパン粉でカリッと揚がってて美味しいね。マヨとの相性も最高。いやー、お腹いっぱいすぎてデザートにソフトクリーム食べれんかったよね。そうなのさ。視聴者さんからタレコミいただいてたのに、次回はソフトも忘れずに。はい。最近のとんかつはカリッと揚がってるけど、なんかな、油かな。ねえ、時に硬すぎる。わかる。上顎に刺さる。刺さる。3. Kita Jugo Jo Higashi 7 Tonkatsu Halala Ki 環状通りの老舗とんかつ屋さん。生後3ヶ月の子豚ちゃんを使用って書いてあるけど、なんだか切なくなっちゃうね。できればそれは知りたくなかったね。
ねえ、はい、とんかつ定食とカツ丼を注文しましたよ。アメリカ産のチルドだけど品質上がってる。全然美味しいと思います。全く臭みがなくってチルドで入ってきてるから冷凍一回もしてないよね。そりゃうまいわ。もう冷凍経験のあるとんかつなんかとんかつ屋じゃ出してないね。950円のロース定食は十分満足度の高いものでした。最近ではレアになってしまったラードの香りがするとんかつがええですね。薄めてさっくり上がっててアンダー1000円。これはイエーですね。いや近所だったらしょっちゅう食べちゃうでしょうね。これは、間違いない。これかなり現実的なしょっちゅうとんかつかと思いますね。ランチだけじゃなくて夜でも安いのは魅力的。しかもキャベツ、ご飯、味噌汁食い放題。オタクチャンス。懐かしい。久しぶり。カツ丼謎にお高いのがちょっとどうなのかしら。高かったけどどんな素晴らしいカツ丼が出てくるのかと思いあえて注文してみたんだけど、あらなりましたね。950円のロース定食とおなかつじゃないって。ちょっとこれは謎でしたね。はい。しかし外国人にとんかつは人気ね。どこ行っても外国人がとんかつを食っとる。確かに。だってとんかつうまいもん。寿司よりラーメンより万人受けするんじゃない？こんなに豚肉がうまいのは世界で日本だけだと思うしね。いや、そうなの？もう最近は品種改良進んでるから良くなったかもしれないけどね、日本以外の豚肉はちょっと臭くて食えなかったよ。そういえばなんと原楽さんっていう名前の由来なんだけど、はいはい。店主さんの名字店ではなさそうよね。なんとどうやらここもダジャレネームだったんです。ハララキ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 さねえ、信じがたいがアナログに書いてる先輩がいてね、いやちょっとこれは疑わしいぞ思ってお店に電話して確認しようと思ったんだけど、電話に電話いいからダジャレは。いやマジで出なかったの。電話に、電話マジ電話。4. Suki-samu Tonkatsu are oki. とんかつ青木が巷をにぎわせていたのは15年前くらいかしらね。ああ、それぐらい経つかな。なぜかめっちゃチャリ声で言ったのを思い出します。なんでチャリ？なぜチャリだったのかは全く思い出せませんが、なんかの食いまくりで東京行った時の一環だったのかと思われます。どこの町でも基本チャリよね。激チャリとハヤシ SPF の肉を初めて食べた感動の思い出ですね。はあ、やっぱ青木さんもハヤシ SPF なんだ。あ、ハヤシ SPF ポークについては長くなるので興味のある方はこちらの動画の15横浜のすんげえとんかつ屋さんのくだりで説明してるんでご覧あれ。だ、この美味しい分厚いとんかつのやり出しっぺが青木さんなのかどうかはちょっとわからないけれど、やり出しっぺ少なくともおいちゃんが初めてこの分厚い美味しいとんかつを食べたのは青木さんだ。昔から熱いだけの硬いとんかつってのはあったんだけど、だから好きじゃなくてあんまうまくなくて、ちょっと拒否反応があったんだよね、熱いとんかつに対して、それを打破してくれたのが青木藩。でもね、もちろん美味しいんだけど感動したのはとんかつっていうより豚肉でね、ハヤシ SPF 恐るべしってね。だってほらおいちゃんは衣が好きだからそういうこと。やっぱりこの時思ったんよね。とんかつはそんなに分厚くなくていいんだよねって。どうやら北海道の青木さん系列ではハヤシ SPF ではなく道産の SPF ポークが使用されているようです。流通の問題かな。道産 SPF でも十分美味しいってなったのかな。ねえ、ランチの安い定食は普通に薄いとんかつが来んだろうなと思ってたの。したっけ？本気のやつと何が違うのってぐらいの気合の入ったとんかつが登場でね。青木って感じのやつね。でしょ。これは意表をつかれた。だが逆に残念。あ、そっか、衣が好きだからね。そうなん。でもこのお値段でこのとんかつっていうのは素晴らしいですよね。熱いのが好きな方には嬉しいのではないでしょうか。おいちゃんはやっぱりこの肉半分の厚さで揚げてほしいなと思う揚げ物好きの親父なのでした。特に衣を。でもね、この厚切りとんかつラード揚げなんだよね。だからね、塩で食うとうまいんだ。
とんかつの塩食べてみたい。今度から晩ご飯パン粉だけにしよう。肉はちょっとだけ欲しいんだ。ちょっとでいいんだ。ちょっとでいいな。時々シークレットシューズ履いたとんかつがありますのでご注意ください。ご注意ください。5. Asaligawa Onsen Hotel. 改装され春ビアが導入されたフィンランド式サウナがあるよってことで、そやつをいただきに旭川温泉へ。ホテルは結構そっけない感じなんだけど、サウナは良かったね。はい、コンパクトだけどめちゃめちゃ空いてるのが最高でした。水風呂はドシングルの水温7度、サウナ室もアウトサイドのコンテナみたいなフィンランドサウナがいいですね。屋外で全てが完結。いやー最高でございました。ねえ、私2025年初の貸し切りサウナごちそうになりやした。おお、一人かい。はい、女湯は1時間以上貸し切りでしたよ。いいなあ。まあ男湯ではありませんね、サウナ貸し切りっていうのは。水風呂がやばすぎて、もう私はザブーンの一瞬しか無理だった。もげるかと思った。何が？なんかいろいろ。7度は過去最強クラスだね。まあ確かに10秒も入っていられないカッチンコンチンのやつです。これしか水風呂がないので苦手な方には厳しいだろうけど、まあ外気の中にいるだけで超クールなマイナス7度 C、 真冬の北海道ねえ、しんしんと降る雪見露天風呂はいいですね。最高でした。露天で新雪が積もった雪の上に大の字寝っ転がりが最高すぎるぜ。やりやがったな。ねえ、なんで雪は大丈夫なのに水は7度であんなに痛いの？ねえ、なんでだろう。不思議なんだよね。まあサウナもそうだけどさ、90度のサウナでやけどしない理屈が全く理解できないんだけど。確かにだよね。調べたら熱伝導がどうのこうのって書いてあるんだけど、全く理解できないでしょ。飛行機が飛ぶのと船が沈まないのとかいろいろわかんないけど、まあ気持ちいいからいいかね。 6. Today's Katsu Curry. Manami Nana Jo Nishi 5. Itpei Koppei. いつの間にかすすきのにできてたんすね、いっぺこっぺさん。そうなんだ。いっぺこっぺ行ったのはいつだったっぺ？蒲田ぶりのいっぺこっぺでございます。10年くらい前？そんななるか。あれは別件で東京行った時に偶然通りかかった蒲田で大行列を見つけてね、なんじゃありゃいっぺこっぺって調べてみたっけ。あら驚いた。青木さん系列のカツカレー専門店って言うじゃない。まあそれを知って行かないおじさんじゃないわね。ねえ、旦那のことをおじさんっていうのはやめない？なんでよ。自分でもおいちゃんって言ってんじゃん。まさかおいちゃんそんなこと言って。ほんまや。ほら。ってことでいっぺこっぺ美味しいですよ。こんなカツカレーが1100円た驚きだ。道内のテーブルひっくり返したくなるような1300円もするカツカレー何倍も食べてきてますからね。素晴らしいです。はい。ただ蒲田じゃ林 SPF だったはずなんだけどね、やっぱ北海道は林 SPF 使ってないようなんですね。だからちょっと肉硬かったですね。厚切りにするにはランチの安いやつだからかなランチの安いやつだからなのかな。やっぱ違うのね、 SPF って。たまたまかもしらんけどね。たまたま筋肉質のマッチョ豚さんだったのかもしれませんよ。マッチョ豚ってもともとカレーがあんまタイプじゃないって言ってたもんね、いっぺこっぺは。蒲田の時から。そうなんだよ。美味しいんだよ。かなり上位クラスのカツカレーなんだけど、なんかこうつかみがないっていうか、これは好みの問題だと思うんだけど、飯旅ではカツカレーはいっぱい紹介してるんですけど、いっぺこっぺっていう名前が出てきたのは今回初めてでしょ。そういうことなの。そういうことか。ってことでなんか不完全燃焼なので踊り店の青木さんのカツカレーも食べてみました。どんだけカツカレー食ってんのおじいさん。ね、こちらは1320円、ちょっと高いんだけどね。来た。いっぺこっぺのよりあれ見た
めに全然違うぜ。ほんとだ。カレーが美味しそう。でしょ。いや、食べた感じも似た系統のカレーではあるけど、全く違うカレーに感じましてね。これうめえじゃねえかってね。そしてとんかつもこっちは道産の SPF だったんでね、これがまた油が甘くていや濃くてうまい。同じ系列なのにそんな違うの？違ったね。カレーもここのはうまいんだけど、店員さんに聞いたの。カレーこれ同じですか？一ぺこっぺと。同じですって言ってたんだよね。同じには思えん。こっちの方がうまいって言ったら、ありがとうございますって言ってたよね。不思議だね。でもカレーもここのはうまいけども、やっぱ SPF ポークがすごいですね。青木さんラード揚げでしょ、最高なんですよ。このとんかつは塩で食うのがうまい。だからカレーはカレー、とんかつはとんかつでって全く別々に食べちゃったの巻でございます。よってカツカレーっていう評価にはちょっと難しいんだけど、だってこれはとんかつとして食べたいとんかつなんだもん。とんかつとして最高です。これ店側も分かってんじゃないかな。一滴もカレーがとんかつにかかってないからね。カツカレーなの。ああ、そっか。本当だ。そして塩用の取り皿と箸も必ずついてくるのさ。それはカツカレー。なるほどね。半分の厚さのカツでカツカレーやってくれたら最高かと思いますけど、なるほどね。こういう分厚いラード揚げのとんかつを塩で食すってのがつぼりましたわ。塩も3種類もあんだけど、今回は真ん中の温泉みたい味するやつが良かったですね。温泉みたいな味？硫黄的な？硫化水素的な。不思議でしょ。臭いの？ちょっとね。それがなんかこう臭いじゃんか。それがなんかいいじゃんか。なるほどね。そして大満足で帰ってきてね、PC 開いてみたら視聴者さんからコメントが入ってて、とんかつ青木のカツカレー食べてみてくださいってコメント入ってて、笑った。今日食うてきたわってね。ほんと直後だったもんね。ロヒ様美味しかったですよ。大通り店おすすめします。私はヒレカツ食べに行こうっと。7. Miyanamori Tonkatsu Tamafuji。 5号洗剤の玉藤のとんかつ。このごますりすりするスタイルを編み出したのって玉藤さんなのかな。諸説あるけど、どうやらやり出しっぺは新宿のサボテン3説と大阪のごますりとんかつ専門店3きっとあるみたいだけど、玉藤さんではないようですよ。なんだ。はい、スリスリするとごまのいい香りが漂います。とんかつを待つ客全員がごまをスリ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 するサウンドが店内に響き渡り、異様な雰囲気。すんごい量のごまよね。もっと少なくても良さそう。思った。ごまソースにさほど魅力は感じないのだけれども、なんとご飯が3種類。炊き込みご飯、五穀米、ゆめぴりかからチョイスナブル。しかもおかわり無限大。わんぱく野郎なら全種いくんじゃないですかこれ。全種って炊き込みご飯、五穀米、ゆめぴりか全種？すんご。これすごいよね。さらに味噌汁は赤だし、白味噌わかめと豆腐、白味噌三つ葉なめこ汁からチョイスナブルという驚きの至れり尽くせり具合。すごいわね。準備が大変。ご飯ロスになんないのかしらね。ねえ、ここはとんかつはとんかつなんだけど、そりゃそうじゃろが。ご飯やら味噌汁やら漬物が素晴らしいんです。ところでグリーン、はい。とんかつはロースヒレどっち派？ヒレ 100%？99%。まあヒレもうまいけどね、おじさんはロース派だな。92% はロースを注文するかな。牛はサーロイン、カルビ派なので軽く太ってます。はい。キャベツご飯もおかわり OK なのね。でもさ、キャベツすんごい高いから今はやめてるかも。だよね。この前スーパーで1玉700円ぐらいしてたぜ。とんかつ屋とお好み焼き屋さんは大変だこりゃ。8. Manami ni Jo Nishi 19 Tonkatsu Yakata。 南三条通りの西19丁目。私が大昔住んでたところのすぐそばにできたとんかつ屋さん。
どういういきさつかは存じませんが、私たちの大好きシティ福岡の方のようなんですね。ねえ、福岡ではとんかつ食ったことないもんな。いや、食べてみよう。はい、来ました。とんかつアンギャー何軒目でありましょうか。お腹周りが豚ロースみたいなバッポおじさんでございます。本当だ。事前調査で一番評価が高かったとんかつ屋がこれだ。ワン、ツー、スリー。値段的にも札幌ではダントツ高価なとんかつになるのかな。ロース 160g で2000円から。しかもこれ定食の値段じゃないんだ。単品。単品？これ福岡スタイルなんじゃないのかな。飲み系とんかつみたいな。ああ、そういうこと？わからんけど。で、どう？いや、うまいっすわこれ。お上品なとんかつですわ。こんなに分厚いのになんて柔らかいの。にゃんて？ちょっとステージが違っちゃってる感じありますね。秋田の高津さんとか神田のポンチ系さんとかと戦えるレベルじゃないでしょうかね。すごい。これはどちらの豚さんなのか表示がありませんが、かなりのお肉加減かと思われます。柔らかくってすっごい。これはごまソースでいただくのが美味しかったですね。塩も美味しいよ。でもちょっと物足りない感じがするかな。ラード揚げじゃないんで。なるほど。初めてごますりすりのソースが美味しいと思いました。こちらのソースはさらっとしてて甘ったるくないんで、ごまの香りが存分に感じれるんですわ。なるほど、そっか。普通のとんかつソースはどぎついから全部吹っ飛んじゃうよ。It's automatic って感じ？ここは誰かを連れて行きたくなる、そんなとんかつ屋さんですわ。連れて行かれたい。急に疑わない人をね。 It's automatic。 ロース脂身の素揚げってメニューがあってね、興味津々だったの。誰がこんなの頼むってね、おでぐらいしか頼まんよって思ってたら、隣に来た兄さんが、あ、ビールと今日ロースの脂身あるってね、おお、来た来た、見れるぜと思ったら、大将が、あ、すいません、今日ないんです。チーン。くー、見たかったぜ。今度絶対食べに来ようと思ったおいちゃんなんでした。何そのメニュー。すごいよね。ロースの脂身の素揚げだよ。油を油で揚げちゃってそれを食っちゃうっていうね。なんとも背徳感いっぱいの誘惑なのでした。すげえな。これ福岡じゃ普通に食べんのかな。食べんのかな。考えられへん。考えられる。亡くなった浦沢のおばちゃんは、牛の油ばっかり食ってたんだよね、好物で。嘘っしょ。太ってたけど97まで生きたんだね。体に悪そうなのにね。でしょ。すごいね。Jakaino meshtabi wa. Maji de mata tabatai. Ankake yakisoba 2 des. Otonoshimini. See you soon. ちょっといろんなご意見もいただくんですけどね。そうですね。基本下ネタ飯旅ーズなんでね。お子さんと一緒に見るのはご注意いただきたいと思いますね。これ完全大人向けのコンテンツになっておりますんで。そうですね。お子様向けコンテンツではございませんってなっておるの。そんなどぎついことは言ってないつもりですけれども、まあ下ネタは多々出てくるんでね。基本教育上あまり良くない言葉遣いとかも。逆にダメですよ、お父さん、こんなの子供に見せちゃ。言葉遣いがもうバヤですからね。はい。そしてネタとか全部もう昭和世代向きにしてるんで、若い人すらわからない。理解不能だと思います。だってクリームわからない。あれですよ、24歳以下の視聴率 0.6% です。85% 以上が50歳以上みたいな感じのチャンネルになってますんでね。はい。完全大人のチャンネルです。なのでまあそのキャバクラがどうしたこうしたとかっていうのは普通に出てくる話なんで、ね、お父さんキャバクラって何って聞かれて困る人は子供に見せないでください。はい。完全子供向けのコンテンツではありませんっていう設定にしてるんで、お父さんが見せない限りは見ないんで大丈夫です。で今日も中華食いに行ってたんだけどね、隣に来たばあちゃんと
あれ何歳あの子？多分2年生ぐらい、23年生、7歳8歳7歳8歳。結構ちっちゃい子ちっちゃめ供だけどとおばあちゃんが来てね、ラーメンを頼むんだけど、何ちゃんラーメンかいっつって、うんラーメンとザーサイっつってえっつっていつもザーサイ食ってるみたいで、その子供すげえな。渋すぎるよね。ひょっとしたらなんかずっとゲームやってたけど、そのうち飯旅見出すかもしれないザーサイ食う小学生。今の子供ってすごいね。この前の小籠包、とりあえず小籠包だなっていうのもそうだし、大人だね。まあうちの甥っ子もな、ガキの頃から刺身食いたいとかって言ってたから、ラーメンはやっぱ塩だねって言ってたからね。塩ラーメンが好きなんだよ。お父さんの影響かな。兄貴塩食わねえだろ。味噌っぽいよね。でもご丁寧にいつもね、コメント、今回も楽しい投稿ありがとうって言ってくれてる人もたくさんいらっしゃって、ありがとう本当にあございますりがとうございます。すんごい励みになりますね、嬉しい。ニヤってしてます朝起きてまずチェックしてニヤってしてます。それが一番のなんちゅうんだろうね、エネルギーですね、我々の、活力になる、よくさ他の人たちも言うじゃん、 YouTuber の人、励みになりますんで、コメントとかいいねとかって。そして誰もがネガティブコメントと戦ってるね、でね、これからも私たちらしいコンテンツを作っていこうと思っております。まあちょっと耳障りだと思ったら飛ばしていただいて、はい、スキップしていただいて、気になったら戻ってきてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。